というわけで一和バースデーキャンプ2次会でございます。お寿司を堪能していただこうかと思いまして、ありがとうございます。今日はお供にスパークリングワインを買っておりますので、嬉しいな。はい、こちら開けますね。はい、お願いします。どこに飛ぶかな。怖い。ピーバースデー。びっくりした。ありがとう。ちょっとびっくりした。あ、ぼぼぼぼぼぼぼ。ありがとう。どうぞどうぞ。誕生日おめでとう。ありがとう。美味しい。ね、辛口で美味しいねこれ。うん。いただきまはい、召し上す。がってね。まずこいつ。エビな。イクラ。エビとイクラな。すごいコラボや。ね。いいよ。いいね。まあ。これもスノーピーク。椅子もそうなんだろうね。椅子スノーピーク。どう思う？まあ。はい。ということで3次会。イエーイ。シカバースデー。ありがとうございます。このようなラインナップになっております。食べましょう。感無量。何からいきましょうかね。まず乾杯しよう。そうだね。はい。3次会は我が家の定番。本搾り。乾杯。いただきます。どうぞ。歯ごたえがある。栗がある。本当に？ちょっと待って、次ガトーショコラから。ちょっとね、硬いチョコレートでコーティングされて、割と甘さ控えめ。控えめ。いいね。これ私第一候補だった。期間限定みたいな感じだったね。そう、これとこれが期間限定。一番甘い。一番甘いやつ。いただきましょう。ザ・キャラメル。でしょ？私の逆いったね。これはね、ちょっと大体予想がつく。なるほど。めっちゃ栗。これはね、ガトーショコラだなっていう。ほんと甘くない。
まずピザマン、うん、ピザマンからいこうか。初の試み。ただ挟んで焼くだけ。おおおおお。お、おお。かわいい。かわいい。かわよ。バターを練り込んであるからめちゃめちゃうまいはず。あ、めちゃめちゃうまいわそれ。一個もらおうね。うん。食べよ結局後でウエットでう。うん。拭く感じになるけど。うんうん。いいね。うまそう。いただきます。スープここにやっておくよ。うん、パニーニっぽい。パニーニ。表面がパリパリ。あ、パリパリしてる。うん。あ、本当だ。あ、うまっ。ね。あ、違う食感やね、本当ね。あ、焼いたらうまい。うん。あ、これやろうん。う。うん。まあ、うん、これいい。うまいよ。これやばい。食感いい。食感がいいな。うん。ゆるキャンすごいな。ゆるキャン、あ、ゆるキャンでやってたんだっけ、これ。りんちゃんがうん。やってた。やってうん。へえ。カレー麺にチーズ乗っけるのもね、あれで結構うんうん流うん。行ったんじゃない。これスノーピークの白カップだっけ。そうそう。うちのです。重箱に合うね。合うね。うん。あそこにさ、うチタンのマグカップがあるんだけん。ど、うんこれはちょっとカットなんだけど、うんうん。汚くて使いたくない。うんあとポットもなんかうん掃除してなさそうで、そうだよね。なんかもうトイレの汚さの不信感が募っそうてだね。信用できなくなっちゃうね。信用できなくなっちゃって、うんちょっと使いたかったけど、そうもう使わない。使うにあたって洗いに行かなきゃいけないからさ、うんしかもさ、お皿ほこりまみれなんだもん。うんなんていうの、綺麗好きな男の人か、うんもしくは女性一人女の人が鑑賞した方がいいはず、キャンプ場って、女性スタッフはね、いる方がね、いいなって思う。占うとこがカニにやってたらもうひどいそうだね。ひどいありさまだよ。なんていうかな、建物自体とかはうん古くとも、うん中のトイレは綺麗に保ってたりとかするじゃん。そうだよね。ね、うん清掃が行き届いてるっていうか。しゃった。肉まんかわいいな。コーヒーはね、ここでもらったコーヒー、コーヒータウトナタウトナコーヒー、タウトナコーヒー、ハウスブレンド。あ、やべやべ焦げちゃった。あ、全然 OK よ。ちょっと火が強かった。どうする？炊事場まで行く？それとも拭く？拭くか。遠いよね、炊事場ね。うん。雨降ってるし。もうさ、昨日からさ、洗い物行きたくないねってなって、結構アイラップとかね、なんかいろいろ使ってなんとかごまかしてるんだけど、映えとか全然ない。遠いもんな、炊事場。うん。はず。どうしたらいいかな。手
つだ。とあ、焦げ焦げや、いいよいいよ。カリカリで。さっきは上手にできたのに。こっちがいいかな。お、かわいい。かわよ。断面図フェチなの、私割と。そうだね。うん。断面図ってそそるよね。うん。断面フェチ。断面フェチ。いただきます。はい、いただきます。今度は肉まん。あ、これ肉まんなんだ。そう。いいね。どっちが好きかな。うん。あ、うまい。うまいね。ピザまんの方が好きかな。うん、私も思った。あ、これに合ってる。ピザまんの方がなんかパニーニっぽい感じがあって、これなんだろう、おやきみたいな。いわばおやきだね。ここ開けたら丸見えだね。そうだね。露出プレイやね。なんか動物園っぽいんだけど。リアリティショーやね。昨日のうちに九十連山取れてよかったね。天気が良かったね。昨日はね。アップルパイ食べようかな。食べようか。甘いの食べたい。うちら朝ごはんの食欲ってすごいよね。朝ごはんのあるな。よいしょ。これ知ってるかどうかわかんないんだけど、このスノーピークの白カップね、スノーピークのこういう椅子あるじゃん。とこにこうやって。あ、合うの？そう。あ、本当だ。こういうこと。そう。だからここにビール置いたり、あとはまあつまみとかなんか置いたり。あ、本当だ。これは便利だね。そうなのよ。合うんだ。だからこの形状らしいよ。あ、そう。あ、本当ぴっしゃり合う。そうそう、ドンピシャなの。こうやってスノーピーク製品をどんどん買わせる手法なんだ。IGT とかもさ、どんどん継ぎ足ししていける商品があるのは、ここかけられるんでしょ。そうらしいね。考えられてる。へえ、スノーピーカーさんは。自分たちのキャンプスタイルによって付属していけるっていう無駄のない形状。これってやっぱすごいなと思ってさ。だからスノーピーカーの人ってスノーピークしか買ってないよ。これはうまいね。ね、やっぱこういうとこなんだなと思ってね。スノーピークばっかり集めたがる人って。本当だ。いやいやいや。参りました。この間接照明が超おしゃれだよね、ここって。あ、おしゃれ。これ良かったね。この間接照明。ベッドの下もね。ちょっとエロいよね。エロいな。ステージや。アップルパイ。アップルパイ。うまそう。うちらアップルパイ好きよね。好き好き。ありがとう。熱いよ。お誕生日おめでとう。ありがとう。めでてえな。めでたいね。今日もめでたい。今日もめでてえわ。明日もきっとめでてえわ。ね。食べて。美容こぼすから気をつけてね。そうだね。これ引こうかな。どうぞ。うまっ。うまっ。うまい。おはようございます。おはようございます。いちかスタイルです。野菜です。雨ですね。雨だね。朝からね、雨なので、もう朝ごはんはね、ここでね、重箱の中で済ませてしまいました。はい。
今日さ肉まんの、うんあのプレスしたやつ、うん初めて食べたよね。初めてやってみたけど、ねえ美味しかった。美味しかったね。食感がね、うんパニーニっぽかった。ね、うんピザまんの方が美味しかったね。どっちかというと合うね。うんバターでね焼いてみたんだけど、バターの風味とねパリパリ感が、そうそうで中のチーズがねとろっとなってね、美味しかった、いつかやってみたいとね思ってたよね。昨日はね天気良かったから向向こうまで見に行って、そうだね。昨日素晴らしいのうちにちょっとね絶景をね堪能しましたね。別府でも堪能したし、絶景尽くしの旅だったね今回は。本当ね。ロープウェイで鶴見岳の頂上まで登って感動した。登山する人の気持ちがちょっと分かったな。ね、なんか、あそこは別に山頂ではないんだけど、ロープウェイのね頂上のところで、なんかすごい達成感がなんか何にもそう登ってもいないくせに、よくわからない達成感みたいな。登山とかあんまりしたことないんだけど、ちょっとだけ登山の気持ちが分かった。僕も小学校か中学校でねやっぱり学校で登山行ってたからさ、その時以来かな、山の頂上らへん行ったのって、この年になってやっぱキャンプ始めるようになって、自然に癒されるようになったんだよね。若い頃なかったもんな、自然に癒されるなんてさ。山とか見るともうね感動しちゃう。大げさかもしれないけど、ちょっと涙が出そうになるぐらい感動するよね。ずっと眺めていたいって思うよね。雄大な大自然の中でさ、うちら生かされてるなって。そうなんだよ、生かされてるんだよ。なんかやっぱりキャンプ始めるようになって、いろいろと変わってきたかな、人生観とかさ。もっと早くに気づきたかったな。若い頃はなかなかね。今回ね麓っ腹に行くにあたって、高速乗り継いでね、静岡まで行く予定なんですけど、その麓っ腹に着くまでの道中、本当はね広島とか、山口広島とか行きたかったところがあるんですよ。例えば宮島だったり、厳島神社もね、行きたいと思ってるし、もうなんなら原爆ドームとか行きたいって思ってたし、山口だったら唐戸市場とかにも行きたいなって思ってたし、可能なら山口広島あたりでキャンプとかしてつないでいきたいなっていう願望はあったんだけどもういかんせんその期限が決められてるっていうか、1週間ぐらいしか期限がないので、もうサービスエリアをつないでいく、ご飯とかね食べなきゃ、トイレ休憩とかねあるので、一応サービスエリアに行って、その場でご当地のものを何か食べれたらいいなと、でそして車中泊でつないでいくと。で少しでも長く前の方に進んでいかないと麓っ腹にたどり着けないので、途中何があるかさ分かんないし、渋滞に巻き込まれる可能性だってあるし、連休ちょっと挟むからね。そうなので、第一目的の麓っ腹のために進んでいきます。帰りはね途中まで高速乗っていくんですけど、神戸からフェリーに乗って帰ります。帰りはちょっとだからちょっとなんか楽なんだよね。そうだね。なんかこれ余談なんですけど、仕事の関係で三重に1週間滞在しなきゃいけない時があって、けいちゃんは1ヶ月だよね。三重に仕事でね三重に1ヶ月滞在しなきゃいけないっていうことがあって、で私が帰る1週間前ぐらいに三重に行ったんですよ。でその後ね一緒にね車で陸路でね宮崎まで帰ってきたんですよ。あったね。で、1日で帰ってきたのよね。1日よ。でねその間ね昼間にね、途中でどっか寄っちゃったりとかしてて、数時間そこで足止めしてたんだよね。でそれがなかったらもうちょっと早く着いてたんだけど、朝出てで到着したのがその日の深夜、12時ぐらいだよね。そう12時ぐらいに着いてヘトヘトだったんですよ。で次の日にはまた福岡に行かなきゃいけなくって、深夜のその12に着いてすぐ寝て早朝から福岡に飛ぶっていう、すごい移動距離だった。そうハードスケジュールだったね。
そうだったそうだった、っていうことがあったんで、やっぱりしっかり休まないとね危なかったのよ、だってね九州入ったあたりぐらいからねもううとしててやばいと思って意識朦朧として、そうもうねむにゃむにゃ言い始めてだから一生懸命もうこの辺とかでブツブツ炊いたりとかこの辺つねったりとか小村ツイストとかなんとか起こそうと思ってこの辺チャカチャカいじったりとかしたりとかして、おちんちんとかさそうするそれなかったね、まあなんとか無事にたどり着いてね、でもそれ以上の距離だからふもとっぱら、ちょっとね気合い入れて行こうかなって、車で今ね寝れるからさ、だいぶ違うよね。もう少しちょっと快適な空間を作りたいです、なんかそうね、これ私の仕事なんでいつもお任せっきりですみませんね。いえいえ、ね、うちのいちかスタイルのリーダーはいちかなんで隊長だもんね頑張ります。指示に従って。そういえばね、ふもとっぱらで、さくらチャンネルさんに会えるかもしれないんだよね。嬉しいね、会えたらね。まあね、できたら嬉しいね。あきさんとひとみさんがね、会えたら嬉しいです。こんな夫婦ですが、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、いちかバースデーツアー2日目、九十三層登山口キャンプ場、スノーピークモバイルハウス重箱でのキャンプはこれでおしまいとなります。はい。キャンプ動画、車中泊動画たくさんございますので、遡って見ていただけると嬉しいです。あとコメントとか高評価いただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。いちかスタイルでした。ペコリーノ。バイバイ。さよなら。